厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は普段クラシック音楽を聴かない人でも絶対に聴いたことのあるクラシック曲、協奏曲と室内楽曲を合わせて10曲ご紹介します。どこかで聴いたことのあるメロディーがたくさん出てきます。知らなかった曲はぜひコメントで教えてくださいね。それでは早速いきましょう。1曲目はこちらです。この曲は和声とインベンションへの試みというバイオリン曲集の中の1曲目、協奏曲第1番です。通称四季の春と呼ばれる名曲です。作曲したのはビバルディという17世紀末から18世紀前半、バロック時代に活躍した作曲家です。出身はベネチア共和国、現在のイタリアです。さて、そもそも今回取り上げる協奏曲コンチェルトとは何でしょうか。このコンチェルトという言葉は闘争するという意味を持つラテン語から来ていると言われています。それが全く同じスペルで協力するを意味するイタリア語として扱われ、16世紀のルネサンス時代に音楽用語としてのコンチェルトが誕生しました。17世紀のバロック時代には楽器の発展によってこのコンチェルト、協奏曲も器楽曲として発展していきます。ビバルディはこの時代の中でコンチェルトを600曲以上も作曲し、コンチェルトの大家とも呼ばれています。特にこの協奏曲第1番春から第4番冬までは四季という風にくくられ、世界的な名作として知られています。この協奏曲コンチェルトの歴史についてはこちらの動画、クラシック音楽史1中世ルネサンス編と2バロック編でご紹介していますので、興味を持った方はぜひこちらもご覧ください。2曲目はこちらです。この曲はオーストリア出身の作曲家モーツァルトのホルン協奏曲第1番第1楽章です。モーツァルトはビバルディの活躍したバロック時代の次の時代、古典派の代表的な作曲家です。モーツァルトは交響曲やオペラといった大きな作品の大作曲家として有名ですが、実は協奏曲の名曲もたくさん残しています。ピアノ協奏曲、バイオリン協奏曲、フルート、クラリネット、オーボエ、ファゴットと多くの種類の協奏曲を書いています。中でもこのホルン協奏曲はテレビ番組などで BGM として取り上げられる機会も多く、クラシックをあまり聴かない人にとっても耳なじみのある作品として知られています。3曲目はこちらです。この曲はドイツ出身の作曲家メンデルスゾーンのバイオリン協奏曲補単調です。メンデルスゾーンはモーツァルトの活躍した古典派の次の時代、ロマン派の前半にあたる前期ロマン派を代表する作曲家です。この曲はメンデルスゾーンの代表的なコンチェルトということで、メンコンという愛称で親しまれています。このメンコンはライプチヒゲバントハウス管弦楽団の常任指揮者でもあったメンデルスゾーンが楽団のコンサートマスターのために書いたとされる曲です。華やかで明るい雰囲気と切なくて物悲しげな雰囲気を併せ持つこの名作は三大バイオリン協奏曲としても有名です。ちなみに三大バイオリン協奏曲はメンデルスゾーンに加えベートーベン、ブラームスの作品が挙げられることが多いです。4曲目はこちらです。
この曲はロシアの作曲家チャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番第1楽章です。チャイコフスキーはメンデルスゾーンの活躍した前期ロマン派の次の時代、後期ロマン派における代表的な作曲家です。この印象的なオープニングは CM やテレビ番組など様々な場面で BGM としてもよく使われます。この曲が世界的な知名度を持ったのは1958年のチャイコフスキー国際コンクールで優勝したアメリカ人ピアニストバン・クライバーンの功績が大きいと言われています。当時冷戦中だったソ連の国際コンクールでアメリカ人が優勝したという快挙に、アメリカではクラシックアーティストとしては異例の大フィーバーが起こりました。バン・クライバーンの演奏したチャイコフスキーのピアノ協奏曲第1番はビルボードで7週連続1位を記録したのです。ちなみにアメリカではこのバン・クライバーンの優勝を記念して4年後からバン・クライバーン国際ピアノコンクールを開始しました。2009年の大会では日本の辻井信之さんも優勝しています。5曲目はこちらです。この曲はチャイコフスキーと同時代に活躍したノルウェーの作曲家グリーグの作品です。グリーグが完成させた唯一の協奏曲、ピアノ協奏曲異端調第1楽章です。この曲はグリーグが25歳の時に作曲されました。完成の2年後、グリーグはロマン派を代表するピアニストで作曲家のリストにこの曲の楽譜を持っていきました。リストは初見でこの曲を演奏し、これが本当の北欧だと叫んだと言われています。実はグリーグは晩年にもう一つの協奏曲を作曲しようとしたのですが、健康状態が優れず、代わりにこのピアノ協奏曲異端調の大幅改訂を行いました。ピアノのパートで約100箇所、オーケストラでは300箇所以上の変更を施し、楽器編成も大きく変更しました。6曲目はこちらです。この曲はチャイコフスキーやグリーグと同時代に活躍したスペイン出身の音楽家サラサーテの作曲したツィゴイネル・ワイゼンです。この曲は管弦楽伴奏付きのバイオリン独奏曲と定義されることもありますが、第3楽章のみを取り出したバイオリン協奏曲と言われることもあります。今回は協奏曲室内楽曲編でご紹介します。サラサーテは作曲家として以上にバイオリンの巨匠として知られています。幼い頃から神童として知られていたサラサーテは12歳でパリ音楽院に入学します。卒業後はヨーロッパやアメリカを演奏旅行で回り、パガニーニ以来のバイオリンの巨匠と呼ばれ名声を獲得しました。サラサーテのバイオリンの音色の美しさと超絶技巧は同時代の作曲家たちに大きな衝撃を与えました。サラサーテに曲を検定する作曲家も多く、ラロのスペイン交響曲、ブルッフのバイオリン協奏曲第2番、サン・サーンスの女奏とロンド・カプリチオーソなどもその一つです。曲名のツィゴイネル・ワイゼンはロマの旋律という意味で、ハンガリー民謡の旋律を複数組み合わせて作られています。バイオリンと管弦楽の曲として作られましたが、バイオリンとピアノで演奏されることも多い名作です。7曲目はこちらです。
この曲はロシアの作曲家ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番第1楽章です。ラフマニノフはチャイコフスキー、グリーグ、サラサーテの活躍した後期ロマン派の次の時代、19世紀末から20世紀にかけて活躍した作曲家です。このピアノ協奏曲も20世紀に入って完成されました。日本ではソチオリンピックのフィギュアスケートで浅田真央選手が使用したことでも有名です。自己ベストを更新した印象的な演技とともに記憶されている方も多いのではないでしょうか。ラフマニノフはこの作曲の数年前に発表した交響曲が酷評に遭い精神を病んでいました。しかしそれを克服して発表したこの曲は圧倒的な美しさと壮大なスケール感で人々を魅了し、発表されて以来ずっと人気の高いピアノ協奏曲として世界中で愛されています。さて、8曲目からはジャンルとしては室内楽曲に入ります。まずはこちらです。こちらは時代は遡り、バロック時代のドイツの作曲家パッヘルベルの作品です。曲名は3つのバイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ2長調です。名前の通りカノンとジーグがワンセットとなって演奏されるのですが、前半のカノンの部分が特に有名なのでパッヘルベルのカノンという名前で知られています。今でも非常に人気の高いこの曲ですが、実は作曲された時期や経緯などは今も謎に包まれています。パッヘルベル自筆の楽譜も残っておらず、少なくとも100年以上経ってから書き写された楽譜が最も古いものとして現存しています。さて、この室内楽曲というのは名前の通り部屋の中で演奏できるほどの小さい編成の合奏曲のことを言います。一つ一つの楽器が対等で独創性を持っている非常に均衡の取れた作品が多いです。パッヘルベルの活躍したバロック時代には教会や歌劇場などに属さない曲は広く室内楽曲とくくられることもあって、器楽曲だけでなく声楽曲やピアノ曲も含まれていたようです。続いて9曲目はこちらです。この曲は弦楽五重奏曲補聴調作品 11-5 第3楽章メヌエットです。先ほどのパッヘルベルのバロック時代の次の時代、古典派の時代に活躍したイタリア出身の作曲家ボッケリーニの作品です。ボッケリーニはこの室内楽曲を確立した立役者としても知られています。チェリストとしても活躍していたボッケリーニはチェロ協奏曲やチェロソナタ、弦楽四重奏曲などチェロを使用した楽曲を数多く残しました。中でも弦楽四重奏にチェロをもう一本追加した弦楽五重奏曲はなんと100曲以上も残されています。その中でも有名なこの補聴調の第3楽章はボッケリーニのメヌエットという名前でも知られています。ちなみにこちらの動画、管弦楽曲編でご紹介したモーツァルトのディベルティメントという曲がありましたが、このディベルティメントという曲種は室内楽曲の一つとされることもあります。どんな曲か興味のある方はぜひこちらの動画もご覧ください。いよいよ最後の10曲目はこちらです。
この曲は19世紀末から20世紀にかけて活躍したイギリスの作曲家エルガーの愛の挨拶です。もともとバイオリンとピアノのための商品として作曲されたこの曲は、室内楽曲、ピアノ独奏、チェロとピアノなど様々な編曲で楽しまれています。今回は協奏曲室内楽曲編でご紹介しました。この曲はエルガーが婚約の記念として妻に贈った曲です。日本でもとりわけ演奏機会が多く人気の高い曲です。バイオリン版では原曲の補聴調で演奏する場合、非常に高度な技術が求められるため、簡単に演奏しやすい2長調で弾くバイオリニストもいます。この曲はアレンジによって様々な調で演奏される曲なので、いろんなバージョンを聴き比べるのも面白い曲です。さて、10曲紹介してきましたがいかがでしたか？全曲聴いたことがあったでしょうか？今日の動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンで教えてください。ちなみにこのシリーズは交響曲、交響詩編、オペラ、オペレッタ編、ピアノ曲編、管弦楽曲編を出していますので、ぜひそちらも合わせてご覧くださいね。そして感想はぜひコメント欄にお寄せください。今後も厳選クラシックチャンネルでは、クラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時にクラシック音楽を楽しむ入り口となるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生や代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団や演奏家の紹介や、有名曲のご紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラービー！